で、ぜひこれらを頭の片隅に、インプットしてみてください。それでは行きます。皆さんは、ナンバープレートにこだわりがありますか？車が好きな人はナンバープレートの、数字にこだわる人が多いと、思います。そこで、車両設定のここにアルファベット、または数字を入力すると、このようにナンバープレートを変更することが可能になります。ですが、ナンバープレートの種類によって、字数制限があるので、ご注意ください。PNGD で、重力や時間を変えることが、可能ということを、ご存知だと思います。ですが、それを時間経過で変えていくこともできたり、それ以外の環境を変えれることも、ご存知でしょうか？環境設定の、プレイから、時間を時間経過で変えることができるようになります。これは非スケールと、よりスケールで経過のスピードを変更することもできます。また、天候から雲の流れのスピードを変える風速や雲量、霧の薄さ濃さを変更するフォグの濃さも設定できます。もしかすると、設定を大きくしすぎると処理が重くなるかもしれないんで、処理を軽くしたいなら、設定値を下げるといいと思います。PNGD の開発には、偉大な人々が関わっています。そこで、メニューからクレジットを開くと、このように、開発人の名前などを見ることができます。ちなみに BMNG 社の、本社はドイツのブレーメンにあります。一般的な道路には法定速度があります。これを守っているつもりだけど、ついついそれを越してしまうこともありますよね。まあ、名知らずな公道レーサーには、この知識は必要ないかもしれません。実は BNGD にも、一定の速度を保つ、クルーズコントロール、があります。操作設定でキーを割り当てるだけでなく、UI も入れるとより使いやすくなります。これはエコドライブにも関わるものなので、覚えておくといいかも。これはほぼ実用的ではありません。エンジンを消すとライトが消える車があります。最近の車はほとんどがそうですよね。ですが、PNGD では一瞬エンジンをかけてすぐに消すと、このように、アクセサリーモードのような状態にできます。撮影用などにもってこいかもしれません。運転を楽にするために、世界中の自動車メーカーは、ステアリングを手の力を使わず、滑らかに動かすことを可能にする、パワーステアリングを開発してきました。PNGD でもその努力が、受け継がれています。ステアリングから、パワーステアリングを選択すると、ハンドルコントローラーを使用しているプレイヤーは、ハンドルを回しやすくなります。これは、一部ドライブモード等に影響されるものもあるので、ハンドルコントローラーを使用している方はぜひ使ってみてください。PNGD のモッド導入性には、わかると思いますが、モッドを入れると、たびたびモッド同士の競合が起きて、トラブルを起こすことがあります。でも、そのモッドをアンインストールするのは、抵抗感がある。そんな時は、問題を起こしているとされるところだけを、消すことで、その部分は消されますが、問題なしでプレイすることができます。オートメーションカー、それは2018年に、BMNG 社とコラボし、車作りを簡単にした、画期的なものですが、色々と不便なところも多いと、思います。中でも一つは運転席視点が、ないことを挙げます。運転席からの目線で運転した方がいいという方もいますが、オートメーションカーでは、それができないものがほとんど。そこで、これを無理やりではありますが、実現する方法を紹介。まず、カメラ設定から、エクスターナルを選択。そして、エクスターナルカメラモードにして、フリーカメラのように操作し、運転席に行くと、機密的ではありますが、運転席視点の完成です。これは解雇中。いや、まあ、そういう方に入るかもしれませんが、モッドの昔のバージョンを導入する方法を紹介。モッドページのバージョン履歴を選択。そして、導入したいモッドのバージョンを選び、ダウンロード。これで入れれます。まあ、昔のバージョンのモッドよりも、今のモッドを入れる方が、メリットが大きいので、特に用途は少ないと思います。激しい走行や、たくさんブレーキングをすると、ブレーキが焼けることがあります。結構高い温度になると、なかなかブレーキが冷えません。そこで、今回も高技を使います。このように、水に入れてあげると、温度が下がります。いきなり温度を下げるとブレーキの、効きが弱くなるので、すぐに加熱させてあげると、元の効きを取り戻します。ていうか、なんだこりゃ。いかがでしたか？少しでも役立ってくれれば、嬉しいです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。